もし、今まで120分かかっていた仕事が、たった5秒で終わるとしたら、あなたはどう思いますか？それは、もはや業務改善レベルの話ではありません。産業そのものを変える革命です。今日ご紹介するのは、日本の技術企業、浜松フォトニクスが開発した半導体業界の常識を根底から覆す装置。世界の注目を集めているその装置は、ハイパーゲージと呼ばれています。これまで最先端の半導体工場でさえ、数十分から数時間かけて行っていた精密検査を、この装置はわずか5秒で完了させます。なぜ、これほど劇的な短縮が可能になったのか。世界の投資家や技術者が熱い視線を送る、日本の光技術の最前線について解説します。なぜ今まで数十分から数時間かかっていた検査が、たった5秒で終わってしまうのでしょうか。例えば、真っ暗なドーム球場の真ん中に立っている自分を想像してみてください。そこでのあなたのミッションは、観客席に落ちている小さなコインをすべて見つけ出すことです。これまでの検査装置は、手元にレーザーポインターしか持っていない状態でした。細い光の点を頼りに、広い観客席を端から端まで、一列ずつ順番に照らしていくしかありません。これでは、すべてを確認するのに、膨大な時間がかかってしまいますよね。これが、従来の点計測と呼ばれる方法です。どんなに高精度な測定器でも、点でしか見られない限り、面積が広いシリコンウェハを測るには、物理的な限界がありました。しかし、今回浜松フォトニクスが開発したハイパーゲージは違います。彼らが持ってきたのは、レーザーポインターではなく、球場全体を真昼のように照らす巨大な照明と、その景色を記憶する高性能カメラです。一列ずつ探す必要はありません。スイッチを入れた瞬間、球場全体の様子が面として一度に見えてしまうのです。でも、ただ写真を撮るだけで、どうしてナノメートル単位の膜の厚さがわかるの？そう思った方もいるかもしれません。ここからが、光の専門企業である同社の腕の見せ所です。皆さんは雨上がりの道路で水たまりに落ちた油が虹色に光っているのを見たことがありませんか？あるいはシャボン玉が色とりどりに変化する様子を思い浮かべてみてください。あれは油やシャボン液の膜の厚さによって反射する光の色が変わる現象です。光は膜の表面で反射する光と膜の底で反射して戻ってくる光がぶつかり合うと、特定の波長だけが強め合ったり弱め合ったりします。これを専門用語で光干渉と呼びます。逆に言えば、反射してくる光の色を正確に分析すれば、その場所の膜の厚さを逆算できるのです。同社はこの原理を極限まで応用しました。ウェハ全体に光を当て、返ってきた光をただの写真としてではなく、どの場所からどんな色の光が返ってきたかという膨大な情報を瞬時に分析しています。これをハイパースペクトルイメージングと呼びます。人間の目にはただの鏡のようにしか見えないウェハですが、この装置の目を通すと、膜の厚さがわずかに違う部分がまるでサーモグラフィーのように色分けされて見えるのです。通常、このような精密な光の分析を行うと、工場の床のわずかな振動や空気の揺らぎがノイズになってしまい、正確なデータは取れません。そのため、これまでは時間をかけて慎重に点で測るしかありませんでした。しかし、独自の光膜設計と高速なデータ処理技術を組み合わせることで、この振動の影響をキャンセルすることに成功。直径30センチメートルのウェハ上にある数百万、数千万というポイントの厚さを、まるでスキャナーで書類を読み取るような手軽さで、わずか5秒で計測できるようになったのです。なぜ、そこまでして全てのウェハを高速で測る必要があるのか。数枚に1枚のチェックする抜き取り検査ではダメなのか。その答えにたどり着くには、半導体業界が
抜き取り検査では対応しきれないある状況に直面していることに気づく必要があります。この技術が必要とされる本当の理由について、半導体の裏側を紐解いていきましょう。皆さんは最近の半導体が高層ビルのようになっていることをご存知でしょうか？昔の半導体は平屋の一軒家のようにシリコンの地面の上に回路を横に広げて作っていました。しかし異彩化が進み、横に広げるスペースがなくなったのです。そこで人類は上へと回路を積み重ねる道を選びました。特にデータを保存するメモリなどは今や100階建て、200階建てのタワーマンションのような構造になっています。これを3次元化と呼びます。想像してみてください。もし高層ビルを建てるとき、1階の床がほんの少しでも斜めになっていたらどうなるでしょうか。2階、3階と積み重ねるうちに、その傾きはどんどん大きくなり、最後には建物全体が歪んで、上の階では配線がつながらなくなってしまいますよね。つまり、層を重ねる現代の半導体作りにおいては、一層積み上げるたびに表面を完璧に平らにする作業が重い意味を持つのです。この平らにする工程を専門用語で CMP と呼びます。やっていることは非常に原始的で、高速で回転するパッドにウエハを押し付け、研磨剤を使って表面を物理的に削り取ります。例えるなら、ヤスリで木の表面をツルツルに磨くような作業ですが、これは非常にコントロールが難しい作業でもあります。パッドの摩耗具合や研磨剤の混ざり具合によって削りすぎてしまったり、逆に削り足りなかったりするムラがどうしても発生するのです。しかし、ナノメートル単位の回路にとって、わずか数ナノメートルの削りすぎは断線を意味します。ここで、先ほどの検査スピードの問題が致命傷となります。従来の装置は検査が遅すぎて、すべてのウエハを検査することは物理的に不可能でした。そのため、現在の工場ではやむを得ず抜き取り検査を行っています。例えば、製造ラインを流れるウェーハのうち20枚に1枚だけを詳しく調べるといった具合です。残りの19枚は多分大丈夫だろうという推測のもと、そのまま次の工程へ流されていきます。実はここに恐ろしい落とし穴があります。もし検査をパスした直後に研磨装置の調子が悪くなったらどうなるでしょうか。次に検査が行われるまでの間、欠陥のある削りすぎたウエハが誰にも気づかれないまま生産され続けることになります。そしてその不良品たちが何百という工程を経て最後の最後で動かないと判明した時、それまでにかかった材料費、電気代、そして時間は全て水の泡となります。半導体工場が最も恐れる歩止まりの低下です。何億円もの損害が出るかもしれないリスクを抱えながら見えない恐怖と戦う。これまでの半導体製造現場の常態化した悩みでした。この悩みを解決する可能性を秘めているのは浜松フォトニクスの5秒という数字なのです。120分の作業が5秒になる。あまりに劇的な数字にまだ半信半疑の方もいるかもしれません。スピードが速いということは、その分精度が落ちているんじゃないかと疑うのは当然の感覚です。しかし、この技術を開発したのが浜松フォトニクスであるという事実が、その疑念を信頼へと変えます。彼らはただの製造装置メーカーではありません。人類が到達できる最も微弱な光、最も速い光を追い続けてきた光のスペシャリスト集団です。皆さんは神尾関連やスーパー神尾関連という名前を聞いたことがあるでしょうか。小柴正俊先生や梶田隆明先生がノーベル物理学賞を受賞したあの巨大なニュートリノ観測装置です。実はあの装置の壁一面に埋め込まれている光電子増倍管という
光を捕まえるための巨大な目、あれを作ったのは浜松フォトニクスです。宇宙の彼方から飛んでくる目で見えない素粒子が水の分子と衝突した瞬間に放つほんのわずかな光、それすらも逃さず捉える究極の感度を持ったセンサー技術。その DNA が今回のハイパーゲージにも受け継がれています。彼らは学術研究で培った極限の光検出技術を半導体という産業分野に応用しました。モエムスと呼ばれる微細な電気と機械を組み合わせた特殊な光学センサーを自社製造しています。心臓部となるセンサーを原子レベルで光を知り尽くした彼ら自身がこの装置専用にゼロから設計して作り上げているのです。だからこそ他社が真似できない5秒というスピードとナノメートル単位の精度を両立させることができたのです。このハイパーゲージは実験室の試作機ではありません。すでに国内の有力な半導体デバイスメーカーに納入され、実際の製造ラインを想定した評価試験が進んでいます。現場のプロフェッショナルたちがこれなら使えると判断しつつあること、これこそがこの技術が絵空事ではない何よりの証拠と言えるでしょう。アカデミアの頂点であるノーベル賞研究から産業の頂点である半導体製造まで、光あるところに浜松フォトニクスあり、彼らの技術力は日本のものづくりのプライドそのものを背負っているのです。さて、ここからは視点を技術からビジネスへと切り替え、気になるポイントについて深掘りしていきましょう。このハイパーゲージの登場は、浜松フォトニクスという企業にとって単なる新製品発表以上の重要な意味を持つと考えます。それは企業の在り方そのものを変えるビジネスモデルの転換です。これまで浜松フォトニクスは世界中の科学者やエンジニアから絶大な信頼を集める部品メーカーでした。例えるなら最高級のエンジンパーツを作る職人のような存在です。フェラーリやポルシェのような完成車メーカーに部品を供給し、その性能を陰で支えるのが彼らの役割でした。しかし、今回の動きは違います。彼らは自分たちの最高のパーツを使い、自分たちで設計した完成車を自らのブランドで市場に投入してきたのです。部品単体で売るのとシステム全体を売るのとでは、1台あたりの売上単価が桁違いに跳ね上がります。これは同社の収益構造を一気に押し上げる可能性を秘めた大きな賭けであり、飛躍のチャンスなのです。では、世界市場という大海原で彼らは勝てるのでしょうか。ここで立ちはだかるのがアメリカの巨人 KLA コーポレーションです。半導体検査装置の市場でシェア 50% 以上を握る絶対王者。彼らの技術力と資金力は圧倒的です。浜松フォトニクスはこの巨人と正面衝突するような無謀な戦いは挑みませんでした。彼らが狙っているのは KLA が支配する開発室ではなく、 KLA がまだ完全には制圧できていない量産工場という広大な空白地帯です。 KLA の装置は顕微鏡のように高精度ですが、検査に時間がかかります。一方、浜松フォトニクスの装置はスピード特化型です。つまり競合するのではなく、研究開発は KLA、 量産ラインは浜松フォトニクスという見事な住み分けが成立するのです。さらに経済的なインパクトも計り知れません。半導体メーカーにとって最も重要な指標の一つがぶ止まりです。最先端の工場ではぶ止まりがたった 1% 改善するだけで年間で数億円、時には数十億円もの利益が生まれると言われています。逆に言えば、不良品を出し続けることは現金をドブに捨てているのと同じです。不況で半導体が売れない時期であっても、メーカーはコスト削減のためにぶ止まり改善に尽力するでしょう。不良品を減らしてコストを下げる機会であるハイパーゲージは、半導体市場の好不況にかかわらず
常に一定の需要が見込める不況に強い商材なのです。AI や電気自動車の普及により、半導体は今後ますます複雑になり、製造難易度は上がっていくでしょう。それは同時に、検査の重要性は高まり続けることを意味します。今回は、半導体検査の常識を覆す浜松フォトニクスの新技術、ハイパーゲージについて解説しました。最後に、今日のポイントを3つに整理しておきましょう。1つ目は、点から面へのパラダイムシフトです。これまでの常識だったレーザーポインターで1点ずつ探る検査を捨て、光の干渉を利用して面全体を一気に見るという発想の転換が、120分を5秒にする魔法のようなスピードを実現しました。2つ目は、全数検査が生み出す莫大な経済価値です。従来の抜き取り検査では見逃されていた不良品を、ラインを止めずに全てチェックすることで排除する。これは、半導体メーカーにとって利益を捨てる穴を塞ぐ最強のコスト削減策となります。そして3つ目は、部品メーカーからの覚悟の脱皮です。ノーベル賞を支えた世界一のセンサー技術を武器に、あえて自社ブランドの装置で巨大市場へ切り込む。この挑戦は、浜松フォトニクスという企業のステージを一段上へと押し上げる可能性を秘めています。微細化の限界に挑む人類と、それを光の力で支える日本の技術。この小さな装置が、私たちのデジタルの未来を大きく変えることになるかもしれません。浜松フォトニクス以外で、皆さんが注目している日本の技術企業があれば、ぜひコメント欄でシェアしてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほど、と思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。